皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、みんなで感染症対策をすることによって一体どんな効果があるのかというのを、今回は新型コロナウイルスではなく、インフルエンザウイルスを使って説明をしようと思います。一体なぜ新型コロナウイルスそのものではなく、インフルエンザウイルスを取り上げるかといえば、皆さん、ステイホーム、家にいようという呼びかけをいろんなところで見聞きするようになっているかと思います。この外出をできる限りみんなで減らしましょうねという呼びかけに対して多くの人がこれに賛同しているわけですが、同時にそれによって家にいることによって今感染者数の増減というのはどうなっているんだろうというのを気にかけている人も多いと思われます。今で言えば東京都においては感染者数の増加というものを100人の前後の間において何十人と変動することによって、それによって増えたな減ったなということを考える時も多いでしょう。また全国のレベルにおいても100人200人といった単位でその増減で何十人という変わりを日々気にするような日々が続いています。そのように感染者数の増加といったものを見るときに何十人単位であるとか何百人単位で見ているというのは感染爆発が日本では起こっていないことの証拠です。これは良いことです。もしも感染爆発が発生していたならば、こうした感染者数の増加というものを見るまでもなく、病院には多くの人工呼吸器が必要な人々が押しかけるようになり、病院の廊下などにおいてもその患者が溢れ出るような現象が発生します。日本では現状そのような現象は発生していません。ただ、みんなで外出を抑制しましょうということを実践していても、もしくは手洗いをいつもより多くしていますよ、咳エチケットも気をつけています、人との距離も取るようにしていますよといったことを積み重ねていたとしても、その効果を実感するのはなかなか難しいものがあります。ですから、こうした感染症対策を日本全国で取り組んでいる、その結果として一体何が起こっているのか、その変動が大きく現れているのが、私はインフルエンザに対する影響だと考えているので、今回はそのことについて取り上げるわけです。今回取り上げるニュースと関連づけることによって、みんなで感染症対策をすることによって一体どんな良い影響があるのか、より大きな数字では現れているので、そのことを実感できるのではないかと思います。それではニュースをどうぞ。インフルエンザ患者数、昨年より450万人減、過去5年で最も少ない記録に。新型コロナウイルスの感染拡大が続いている一方、今シーズンのインフルエンザ患者数推計値は過去5年で最も少ない結果となりました。過去5年の患者推計値を見てみると、最も多かった2017、2018年シーズンは1400万人を超えていました。2019年から2020年シーズンは定期的な発表は例年より早い4月10日までで終了しており、この時点で 728.5 万人にとどまりました。例年と医療機関の状況や検査数等が異なる可能性はあるものの、昨シーズンの総数と比べると約480万人、昨シーズン同時期1176万人と比べても約450万人減少しました。例年のピーク期に患者数増えず、昨年より早い収束。今シーズンの大きな特徴は、例年のピーク時期に患者数が大きく増えなかったことです。今シーズンは早い時期から流行が始まって、12月までは昨シーズンを上回る報告数で推移しました。しかし、例年患者数が急増する年末から年始に関してほとんど変化が見られず、1月中旬から下旬の報告数は昨年の約3分の1にとどまりました。暖冬で雨が多く、絶対湿度が高く推移。1月に患者数が抑えられた気象条件として、暖冬傾向により、東京など関東周辺で雨が多かったことが考えられます。インフルエンザウイルスの活動の目安として、絶対湿度の数値が低い方が流行しやすいとされています。そこで、今期の絶対湿度の変化を東京の例で見てみると、特に12月の終わりから1月いっぱいは昨シーズンよりも絶対湿度が大幅に高い状況でした。暖冬の今季は太平洋側を低気圧が通過しやすくなりました。そのため1月の東京は日照時間が17年ぶりの少なさで、降水量が11年ぶりに100ミリを超えるなど、例年のような乾燥した晴天が少なく、絶対湿度の変化によく現れています。ウイルス対策も功を奏す。また、気象条件の他には新型コロナウイルス対策が言われています。1月16日に日本で最初の感染者が確認されたこともあり、例年以上に手洗い等の対策が徹底して行われています。こうした対策は
インフルエンザの予防と共通で流行しやすい気象条件となった2月以降の寒波の際も患者数の大幅な増加は見られませんでした。国民の皆さんの努力が功を奏したと言えそうです。今回インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症には手洗いや咳エチケットなど基本的な対策が重要であることが再認識されています。次の冬も毎日の習慣として継続的に感染症対策を続けていきたいですね。今日本では感染症対策をかつてない規模で行われています。私はこの影響がインフルエンザの流行に大きな影響を与えたと考えているわけですが、一方でそれで全てが説明できるわけではないというのももちろん事実です。この記事の中にもあったように、そもそも暖冬で体調を崩す人が少なかったことや、もしくは湿度が高いことによってウイルスの活動が抑制されたり、もしくは湿度が高いことによって人間の側の呼吸器官の乾燥といったものを防げたといったことも影響しているでしょう。こうした空気の乾燥というものは、特に口呼吸をしている人についてはかなりダイレクトに影響するものです。鼻呼吸に比べて口呼吸している人の場合はどうしても外から吸い込む空気によって大きく喉に対するストレスというものが変わってきます。しかし、そのような自然環境の条件によってのみ、インフルエンザの患者数が昨年比で450万人、一昨年と比べると670万人も患者数が減っているというのを説明することは不可能だと私は思います。インフルエンザの流行シーズンの序盤においては確かにこうした天候の影響といったものも大きいでしょう。そもそもその時期においてはまだ新型コロナウイルスのニュースといったものもほとんどありませんでした。ですが流行のピーク時期にあたる時期においては中国湖北省武漢においてアウトブレイクが発生し凄まじい状況になっていることが日本側でも報道されるようになっており、確かに対岸の火事だと思われていた時期ですが、みんな気をつけましょうねというのが報道ベースに載ってきました。その後は皆さんもご存知の通り、中国湖北省におけるアウトブレイクは中国全土に飛び火し、それが世界へとさらに拡大するパンデミックへと発展していったことを私たちは知っています。このような段階を追って悪化していく状況に対して日本人がより多くの人々が感染症対策に取り組んでいったのは間違いのないことでしょう。ですが、インフルエンザは日本全国にすでに蔓延している病気です。毎年のように1000万人を基準として、そこからさらに何百万人と患者が増えてしまうようなことがあっても、別に珍しくはないほどの大流行病だと言えます。それに比べると新型コロナウイルスはインフルエンザのようなすでに全国に蔓延しているわけではありません。今まさにそうした蔓延状態にならないためにみんなが感染の拡大阻止に励んでいるところなのです。ですから今回紹介したインフルエンザのように新型コロナウイルスの患者数というものが何千何万何十万といった単位で変動するような状況では今ありません。ですから私たちは日々のニュースの中で何十人の変動であったり何百人の変動であったり、そうしたある意味少し小さめの数字を見て少し遠い出来事に感じてしまっている人もいるかと思います。ですが一人一人が心がけて手を洗うであったり人との距離を取るであったり、もしくはなるべく家にいることによって人との接触を減らすといったことを気をつける、そうした一つ一つの積み重ねが確実に良い影響を与えるのです。繰り返しにはなりますが、今のところ日本においては感染爆発というものは発生している様子はありません。ですから横ばいかもしくは収束に向けてのステップを今は踏んでいると思って、一人一人の行動の積み重ねによって新型コロナウイルスを日本で収束に向かうということが今は非常に大事な時期だと思います。少し政府広報のような話になってしまいましたが、実際問題私は一人一人の行動が一番重要だと考えています。政府の行動は残念ながら常に一歩二歩遅れたということが非常にたくさんありました。今回の新型コロナウイルスへの対応は残念ながら不合格という状態です。しかし、だからといって日本人一人一人が政府がうまくやらないんだから自分たちも適当にやっていいやといったような投げやりになってはいけません。結局のところ一人一人が気をつけることによって感染症の拡大というものを阻止することができるのです。それは他の国ではなかなかできないことでしょう。外出禁止令のようなものが出ているわけではありません。あくまでも外出の自粛要請です。しかしそのような中にあっても日本人一人一人がどう行動しどう良い結果を導き出すかというのは日本人自身の気質にかかっているのです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。
それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。